今日は雨ですね。雪が降ると言っていたんですが、結局雪は降らずに雨が降っています。春が来るんでしょうか。冬がね、もうすぐ終わりに近づいている、そんな気がします。春になったら楽しいことが待っていますね。桜です。はい。桜の季節が近づいております。僕もね、桜はね、いつも見ますよ。毎年ね。桜を見に行くっていうことはね、しなくても、例えば仕事で電車に乗っているとき、出かけるとき、そういうときに桜はたくさん咲いています。電車でもみんなね、桜を通ると窓を眺めて、あ、桜だ、写真を撮ってね、街を歩いていても桜に止まって写真を撮る、そんな景色が見られます。そういう時は温かい気持ちになりますね。みんないつも電車で静かに座っている。みんな目を閉じて座っている。携帯を見ながら何かをしている。人と目を合わさない。だけど桜が来たら、みんな急に人間に戻る、そんな雰囲気がとっても大好きですね。桜は3月の終わりに咲くことが多いですが、寒桜ね、寒い桜といって、早い時期に咲く桜もあるんですね。場所によっては2月の終わり頃から見られる場所もあるので、もしね、春の前に日本に来る、そういう人は早い桜を探して見てみるのもいいんじゃないでしょうかね。そんな桜ですが、いろんな時に使われます。例えば詩、歌詞ね、文学、小説、ドラマ、アニメ、よくモチーフとして使われます。桜は咲いている時間が短いですね。なので、儚さ、すぐなくなってしまうもの、短い間だけあるもの、すぐに消えてしまうもの、そういうものですね。なので、そういった表現をしたいときによく使われます。よく聞く表現は、去年の桜、去年君と見た桜、今年は一人で見ている。つまりこの二人はもう一緒にいない、別れた、短い間だったね。これはよく聞く表現ですね。他にも、来年の桜見ることができるかなね。日本を離れる、そんな人はね、桜をもう見ることができないかもしれない。そういう時に象徴として、使いますね。表現として使うということができますね。他にも、日本は4月に新しい学校、新しい会社に入ります。なので、新しい入学、新しい季節の始まり、そういう時にも桜は関係しています。関係している。よく使われますね。入学式、桜の木の下で写真を撮る、ね。親も一緒にスーツを着て一緒に学校に行く。そして新しい人生の始まりを
祝う、そんな時にも桜はよくやってきます。なので皆さんももしね、何かちょっと面白い表現を使いたいななんて時は、そういうものをモチーフに使うのもいいんじゃないでしょうか。あと僕のよく聞く表現は絆があります。絆というのは人と人のつながり、そのつながりを表すことです。例えば、僕と彼の間には絆がある、きっと何か大きい友達関係、友情がある、すごく仲がいい。そして大変な時を過ごした、2人で、例えばすごく大変な山に登った。そこで雨がすごく降った、風が強い、寒くてもう助からないかもしれない、そんな日を過ごした。その2人の間には大きなものがありますね。それを絆と呼んだりします。僕と彼の間には絆がある。なので歌の歌詞にもよく使われます。絆、絆というのはとてもね、強い感情と結びついている、強い感情が感じられる時に言葉ですね。そういえばこの間、友達と話していました。友達にどんな言葉が好き、日本語が好き、そういう話を聞いていたんですね。彼は、日本の友達で、結婚しています。彼は、30歳過ぎて32歳ぐらいですかね。夫婦とも32歳ぐらいなのかな。で最近子供がね生まれて可愛いんです。で、その妻ですね、妻に夫の好きな話し方を聞きました。夫のどんな日本語が好きですかと聞いたんですね。そしたら、もちろんその言葉が好きだ、彼のもちろんという言葉が好きと言ってました。彼はねとっても優しくて、しかもさっぱりしている、ハキハキと喋ります。僕のように小さな声でボソボソと喋ることはなくて、はっきりとした声でこんにちは、元気？そうなんだ、とっても明るく話してくれる素晴らしい人です。妻が言っていた、じゃあ M ちゃんと呼びましょう。 M ちゃんね、妻を M ちゃん、夫を S 君と呼びましょうね。 M ちゃんは S 君のこんなところがいいよと言っていた。それが日本語のもちろんに現れている。例えば M ちゃんが S 君にこれ洗濯物やっておいてくれないと言いますね。洗濯物を畳んでくれない、洗濯をしてくれない、服を洗ってくれない、そしたら S 君はもしすごく忙しい時、できない時でももちろんと言うんだそうです。もちろんいいよっていう時はもう明るく言うね。例えば明るく言わない時は疲れたよ、でも
しょうがないな、やるよとかね、まあ OK とかね、そうじゃない。もうやるからにはもちろんやりますよね。気持ちがいいですよね。気分がいい、明るい気持ちになる、そんなところがいいな、なんていう話をしていました。僕も本当にそうだよね、納得、確かにな、そういうふうに思ったんですね。僕も S 君のような明るい話し方のできる人になりたいな、そんなふうに思ったのでした。あなたの好きな日本語は何ですか？日本語じゃなくてもいいです。あなたの言葉で、好きな言葉、言い方、どんな言い方が好きかあったら教えてくださいね。それじゃまた次会いましょう。さよなら。